今年活動9周年を迎え、デビュー日である6月13日にアルバムプルーフを発売した BTS。毎年恒例の BTS フェスタですが、家族写真、セルカコレクション、ライブ、外食などが行われましたよね。お祭り行事の BTS フェスタを楽しみにしているアーミーは、この時期大忙しとなりますが、とても楽しい期間です。そんな BTS フェスタの中で、アーミーに人気なメンバーが会食をしながら語り合うという防弾会食がありますが、今回は会食中に衝撃の発表がありました。どんなことが発表されたのかご覧ください。BTS が活動休止を発表。思い起こせば、2018年の年末に行われたママの授賞式の時、BTS は解散危機だったことを話してくれました。それは BTS が全員常にストイックに活動を続けていることや、本人たちが想像する以上に結果が大きく、2017年に米国の授賞式でトップソーシャルアーティスト賞を受賞し、その後に一気にグローバルスターとして駆け上がったことも原因としてあります。シュガはアメリカンミュージックアワードに出演後、思いもしなかった大きな成功にとても負担を感じ、怖くてシャワー中に泣いたと話していました。そして今回、解散という形ではないですが、活動9周年を迎えるお祭り行事の BTS フェスタの防弾会食バンタンフェシクの中で休止を発表。アーミーに衝撃を与える結果となりました。数年前から最年長のジンの兵役問題などもありましたが、その人気の高さや貢献から韓国で法改正があり、入隊しなきゃいけない年齢が変わったことで活動を続けていましたよね。一方で、個人のインスタが2021年12月に開設されたり、人気バラエティ番組のラン BTS が休止となり、ジンが入隊すると思われる2022年の年末には活動が休止されるのではないかと考察するアーミーも大勢いました。ですが、今回、バイデン大統領との対談もあり、グローバルスターとして世界にとても貢献している BTS ですので、今後兵役問題も解消され、活動を続行していくのではないかと思っていたアーミーも多いはず。まだ心が落ち着かないというアーミーがたくさんいらっしゃると思いますが、まずは BTS メンバーが防弾会食バンタンフェシクで何を語っていたのか見ていきましょう。防弾会食の内容。衝撃の休止発表をした防弾会食の内容ですが、これはアーミーが思っていたよりもはるかにメンバーが苦しんでいたとわかる内容でした。冒頭のテロップにはノー台本、ノー設定、アーミーによるアーミーのための BTS の真心が込められたリアルな防弾会食へ皆様をご招待します。と書かれています。いつものように、まずは食事を食べ始めるメンバーですが、今思うと真面目というか、緊張したメンバーがそこにいた気がしました。しばらく談笑をしていると、RM が本題に入ったような話を始め、メンバーも真剣に話を聞いています。そして、もともと、チャプター1の締めくくりは、オンで、その後にワールドツアーをし、個人の活動になる予定だったことを話してくれました。思いもよらなかったパンデミックでコンサートは中止され、BTS はダイナマイトを発表しましたよね。世界中の人々を勇気づけ、光を照らしてくれましたが、その後に人気がさらに高くなり、環境が激しく変わったことで、RM はどんなグループなのかわからなくなってしまったと、自分の中でどんなメッセージを歌詞や曲にするべきかと迷走してしまい、活動を継続することが難しくなったことなどを語ります。今回の活動休止ということにあたり、内容としては、個人の活動に専念する、いつまた、7人で活動するのかわからないが解散ではない、ラン BTS は続けていくというものでした。ですので、個人のソロ活動に重きを置きますが、
7人のわちゃわちゃした様子を見ることができるラン BTS を残しておいてくれていて、少しですがほっとしたアーミーもいたのではないでしょうか。防弾会食の後半では、メンバー一人ずつ思いを語ることになり、まずはシュガが、この仕事をしていて、本当に楽しかった。だけど苦しいことも多かった。ただメンバーには辛くならないでほしい。活動をしながらとメンバーには年を取りながらも楽しくいてほしいという思いがあると話しました。そして、ジンが最初は俳優になり、役を演じるたびに学ぶということをしたかったが、今は BTS として活動する中、思いのほかいろいろなことを経験することができたなどと話し、BTS メンバーに出会えた喜びや、アーミーに感謝を述べます。ジンの話に、これからでも俳優をすることは遅くないとメンバーに言われるシーンもありますが、ジンの今後のソロ活動の発表は、メンバーの中でも最後になるようですね。次にジョングクですが、誰にでもタイミングが大事なことを話し、今回の BTS のソロ活動までずるずる伸びてしまったアーミーに理解してもらえたらいいと語りました。今後は各自で活動し楽しみながら経験も積み、もっと成長して戻ってくるので、ただ応援してほしい。一生懸命生きますと話を終えます。RM も称賛するほど大人になったジョングクの言葉にメンバーも共感。続いてテテが、私はやりたいことが多いですと話し始め、昔から音楽的なことを見せる機会が欲しかったこと、いつの間にかそのことを話すのさえいけないような気がしていたなどと語ります。そして、個人の活動期間中休むというよりは、いろいろなことを見せられる人になりますので、可愛がってくださいと締めくくりました。本人も言っているように、BTS のテテとしてじゃない姿を期待したいですね。J-HOPE は今にも号泣しそうでしたが、目を大きく開け我慢をし、9年間、10年間共にしたメンバーやアーミーに感謝を述べます。そして、離れることは、むしろ悪くないことだと話し、BTS のチャプター2に進むために必要なことで、そのことをアーミーに理解してほしいし、メンバーも健康でいてほしいと話しました。J-HOPE はメンバーの中でいち早く7月にアメリカのロラパルーザでソロ出演することが決まっています。続いて、ジミンも涙を必死にこらえ、シュガにウルジマ、泣くなと荒いけど思いのこもった応援をされながら、僕たちがアーミーと呼んだとき、皆さんはどんな気持ちで受け取ってくれるのか？そんなことを皆さんに聞いてみたかったんです。僕たちはファンという言葉だけで幸せになるし、ファンという言葉の意味が決して変わると思わないからですと話し、メンバーがアーミーにファンと言っている時とアーミーと言っている時があっても意味が違うと思ってほしくないと語り、BTS の中心にはいつもアーミーがいることを話してくれました。最後にリーダーの RM が話しますが、思わず泣いてしまう場面も。これにはこらえていたシュガや他のメンバーももらい泣きしてしまいます。RM はアイドルの域を超えて活躍してこれたのもすべてアーミーのおかげだし、一方で自分がそれに見合ってない人間なのにという葛藤があることを話していました。ただ BTS は今まで一生懸命休まず走ってきたこと、活動はこれからいつまで続くのかはわからないし、よく踊れなくなるかもしれないけど、僕は BTS の RM でいたいんです。と涙ながらに語り、今休んでしまっても、これからの BTS の長い活動期間のために必要なことであることを話しました。RM は今回の発表で、アーミーをがっかりさせるのではないかと怖かった、罪悪感があったと、苦しい心境を述べていましたし、表現する立場なのに、伝えたいことがわからないことを考える時間もない。そういった葛藤の中で、それぞれに活動することが大事だと考えたメンバーが一人ではなかったことなどが、活動休止につながったと分かりました。個人的には、これまでも努力を惜しまず活動してきた BTS なのに、何度も、一生懸命生きます、期待していてくださいと話したジョングクの言葉が、
とても記憶に残り、頼もしく感じました。まとめ、いかがでしたでしょうか？かなり衝撃を受けたアーミーの方が多いかと思います。ただ、BTS メンバーもこの発表をするまでどれだけ悩み、どれだけ苦しんでいたのかと思うと胸が痛くなりましたよね。それでも本音はものすごく寂しい、休止してほしくないというアーミーがたくさんいます。ですが、リーダーの RM が言っていた通り、BTS として活動を続けていきたいから解散ではないという言葉を信じ待ちたいですね。また、メンバーはアイドルの域を超えてものすごいプレッシャーを抱えながらコロナ禍に私たちに希望や勇気、元気を与え続けてくれたので、これからは十分な休息を取りながらソロ活動を頑張ってほしいです。BTS は続けていくとも言っているため、グループ活動が完全に休止するわけではないですし、なかなか受け止めるまで時間がかかるアーミーもいらっしゃるかと思いますが、BTS のチャプター2の活動を楽しみに、今は個人の活動に注目していきましょう。